わざわざこうして呼び出してくれたということは、ついに完成したということかな。はい、ようやくですが味見していただくに足るものが作れました。どうぞこれを。簡単な包装しかしていなくて申し訳ありませんが。いや、ありがとう。それでは開けさせてもらうよ。見た目は至って普通のカップケーキだね。けれど驚いたな。前のものより随分と綺麗な見た目になっている。爆発もしていなければ毒々しい色にもなっていない。少し形が大きすぎて不格好なところはあるけれど、でも表面はこんがりと綺麗なきつね色だ。それにこのふわりと甘いバニラの香り、優しく鼻から抜けて胃に直接届くようだよ。とても食欲をそそる。彼の不器用だけれど繊細で優しい心を表現するかのような素朴な魅力のあるカップケーキじゃないか。味の方はどうなっているかな。それではいただきます。これは口にした瞬間に感じる生地のふわふわ感。それでいてパサつきはなくて舌触りもいい。甘さは控えめながら優しいバニラの香りが鼻孔をくすぐる。どうでしょうか。ああ、そうだね。とても美味しいよ。ありがとうございます。ずいぶんと腕を上げたね。この味なら司くんたちもきっと喜んでくれると思うよ。あ、はい、そうですね。いざ渡すことを考えるとやはり少し緊張してしまいますが。気持ちはわかるけれど、そんなに構える必要はないんじゃないかな。君が幼い頃司くんたちにしてもらったことで一番嬉しかったことは何だい？自分を笑顔にしようと彼らが行動してくれたことなんじゃないかな。あ、確かにそうかもしれないな。あの時も2人は俺を励まそうと行動してくれた。ショーも素晴らしかったが、何より俺が嬉しかったのは2人の心遣いだった。誰かを笑顔にしようと頑張る人の姿は俺にはいつも眩しく見える。そしてそれはきっと今の俺も。ありがとうございます、上白先輩。おかげで勇気が出ました。ああ、役に立てたならよかったよ。そうだ、あとこれを上白先輩に。少し早いですがホワイトデーの贈り物です。先輩にもとてもお世話になりましたから。これはとても丁寧にラッピングされているね。何が入っているのかな？こちらもカップケーキです。ただチョコレートを入れて少しだけアレンジを加えてみました。上白先輩のお口に合うといいのですが。試食したケーキも美味しかったからね。きっと大丈夫だと思うよ。ありがとう青柳くん。司くんたちに渡すカップケーキも喜んでもらえるといいね。お兄ちゃん、お皿もう準備した？テーブルクロスもバッチリだ。料理の方はどうだ？ビーフシチューはしっかり煮込まれているか？バッチリって、そん
そのテーブルクロス裏表逆じゃない？何？あ、本当だ。タグが丸見えだ。俺としたことが。もう早く直さないとトウヤくん来ちゃうよ。そうだな。いや、しかし大丈夫だ。約束の時間まではまだ。サキ、テーブルクロスを直しておいてくれ。俺は鍵を開けてくる。今開けるぞ、トウヤ。お邪魔します。今日はお招きいただきありがとうございます。こっちこそ来てくれてありがとう。ご飯頑張って作ったから楽しみにしててね。それではトウヤも来たことだし、早速ではあるがパーティーを始めていくとするか。あ、その前に。どうした？いえ、すみません。お渡ししたいものがあったのですが、やはり食事の後にしようかと思います。サプライズってこと？なんだろう、楽しみだな。ほう、よくわからんが。ではパーティーを始めるか。ごちそうさまでした。とても美味しかったです。そうか、喜んでもらえて何よりだ。はい、特にメインのビーフシチュー、よく煮込まれていて牛肉や野菜がとても柔らかく、それにルー全体に豊かな風味とコクがあって素晴らしい味でした。そっか、よかった。ちなみにビーフシチューは私とお兄ちゃん2人で一緒に作ったんだ。焼いたり煮込んだりはサキが、俺は野菜を洗って切ったぞ。そうだトウヤ、マリネの方はどうだった？あれはほとんどサキが作ってくれたんだぞ。そうだったんですか。玉ねぎのピリリとした辛さとレモン汁のさっぱりとした風味がよく絡み合っていてとても美味しかったです。なんだか照れちゃうね。お二人とも素敵な料理を本当にありがとうございました。では食事も済んだことだし、そろそろゆっくりお茶にするか。トウヤくん、お母さんがもらってきた美味しい紅茶があるんだ。今入れるからちょっと待っててね。あ、すみません。その前にお二人にお渡ししたいものがあるんです。もしかして来た時に言ってたやつ？何？ずっと気になってたんだ。これなんですが、よければ受け取ってください。これって。おお、うまそうなカップケーキだな。あれ？しかもこれって手作り？もしかしてトウヤくんが作ったの？はい、お口に合えばいいんですが。なに？トウヤが手作りのお菓子だと？ほんと？ありがとう。すっごく嬉しいよ。はい、喜んでもらえてよかったです。しかしトウヤ、いつの間にこんなうまそうなお菓子が作れるようになったんだ？いえ、実は俺一人の手で作ったわけではないんです。たくさんの人に協力していただいていろいろありましたが、こうして完成させることができました。そうか、俺たちのためにきっとたくさん頑張ってくれたんだな。ですが
俺のためにいろいろと準備をしてくれたのはお二人も同じですから、本当に感謝しています。トウヤ。私急いで紅茶の準備してくる。早くみんなで食べたいもん。ああ、同感だ。トウヤ、カップケーキを皿に移すのを手伝ってもらえるか？はい、もちろんです。これはチョコチップが入ってて、こっちは抹茶かな。カップケーキいろんな種類があるんだね。なんだか見てるだけで楽しいな。ああ、そうだな。見ろ、サキ、これにはイチゴが乗っているぞ。あ、ほんとだ。私それ欲しいな。いいだろう、受け取れ。だが代わりに俺はこのブルーベリーをもらうぞ。はい、じゃあブルーベリーね。トウヤくんはどれにする？あ、俺はこの抹茶入りの、自分用に甘すぎないものをと思って用意したんです。そうなんだ。それじゃあみんな自分の食べる分取ったかな。ああ、では作ってくれたトウヤに感謝を込めていただきます。うまい、うまいぞトウヤ。今度はこのチョコチップのものをもらっていいか？あ、お兄ちゃんずるい。私も食べたいな。それなら半分こにするか。ほら、半分。ありがとうお兄ちゃん。嬉しいな。そうだ、トウヤくん、紅茶のおかわりいる？あ、はい、お願いします。それにしてもなんだか懐かしいな。こうして手作りのお菓子を食べていると昔を思い出す。お、そういえば昔よくお母さんが家でお菓子を焼いてくれたりしたよね。俺もよく覚えています。子供の頃ここでお菓子をごちそうになったこと、お二人と一緒に遊んだこと、どれも俺にとってはかけがえのない大切な思い出です。トウヤ、無論俺にとってもそうだ。それに今日この日もな。トウヤくんが手作りのお菓子を送ってくれて、みんなで一緒に食べて最高の思い出になったよ。それとこれから先もこうやって3人で集まれたらすっごく嬉しいな。そうだな。いくつになってもこうやって3人で楽しい時間を過ごしたいものだな。はい、そうですね。不思議だな。子供の頃から何も変わらない。ここに来るといつもとても安らいだ気分になる。昔はよく心細さを感じていた。俺の気持ちを分かってくれる人なんて誰もいないような気がして、今は俺の気持ちを分かってくれるかけがえのない相棒と仲間がいる。そのおかげでもうあの頃のような心細さを感じることはない。だがそれでも今感じているこのホッとするような気持ちが俺をずっと支え続けてきてくれたんだな。今日の贈り物で少しはこれまでの恩を返すことができただろうかわからないが、でもお二人が喜んでくれて本当によかったな。